はい、こんにちは。今日はね、ロケットグライダーやっていきたいと思います。前回ロケットエンジンで上に飛ぶことはできたんだけど、今回は横に飛ぶのを試してみたいということで行ってみましょう。まずベースにするのは以前作ったグライダー。こいつは動力なしのグライダーとして使った後、エンジングライダーとして使ったやつってエンジンではうまく飛ばなかったんだけどその後エンジンを外した状態にしてありますね。よし、まずは早速こいつにロケットエンジンを積んでいきましょう。エンジンを積んでたところが隙間になってるので、とりあえず草で埋めとくとしてできました。仮組みなんだけど、この段階でちゃんとグライダーとして機能するか試しときましょうかね。ギリギリ浮くぐらいで飛ぶとまではいかないな。ここで気になるのが気圧の実装。これ作ったのがバージョン 1.2 の頃で、その頃は気圧は実装されてなかったんだけど、バージョン 1.5 で高低差で空気の密度が実装されて、高いところほど空気抵抗が低くなったんだよね。はい、試しにこれを作った後のセーブデータをロードしました。あの時と同じ機体で試してみると、全然飛ばなくなってますね。もともと風向きに大きく左右されるところはあったんだけど、このコードでは単独では飛べても人を乗せて飛ぶ性能はなくなってるみたいです。少なくとも大幅な改修が必要そうってことだけは分かったんだけど、一旦置いといて、この機体にロケットを積んで動くかっていう根本的なところを先に見とく必要があるので、次はロケットを積んでみましょうかね。よし、これで試してみると、動かないことはないんだけど、ちょっと無理があるかな。動かしながらバランスとかを調整してるんだけど、ロケット1機では推力が得られそうにないので、ロケット2機使ってみます。するとギリギリ飛んでると言っていいでしょう。ただかなり運次第で飛ばないことの方が多いですね。とはいえロケットプラスグライダーっていう根本的なところだけは問題なさそうなので、引き続き調整していきます。この装置はロケットの推力とグライダーの揚力の合わせ技で動くんだけど、もっと言うと推力に関しては出力と持続力が必要で、揚力に関してはその重量を搭載した上での重量バランスも必要になります。先に調整すべきは推力かなというところで、ひとまずロケット4機、燃料を十分に積もうと思ったら出力がどうしても足りなくなるので、ロケットを増やすしかないですね。ちなみに燃料を縦長にしてるのは重量バランスを後ろに集中させないためなんだけど、これロケットごとに燃料を分けてると
微妙なタイミングの差で一つだけ先に燃え尽きたりしてちょっと使いにくいですね。あと燃料が燃え尽きたタイミングってたまに機体がブレたり硬直したりすることもあるのでちょっと考えものです。まあたまにそこそこ飛べたりもするんだけどこの辺りで問題なのが左右に勝手に旋回する現象。これ考えられる要因が多すぎて一番時間がかかったところなんだけどまず空気抵抗。機体の羽のバランスが悪いと片方に寄ったりするので動かしながら微調整していきます。次にロケットの配置。出力が片方に寄ってると当然傾くし燃料が重いとそっちに傾くのでこれも調整してます。ついでにこの辺でロケット5機まで増やしてますね。あと自分の位置。プレイヤーの操作で機体を傾けるので自分が変な位置にいると重量で傾く上にうまく操作ができない。でこれ最初はハンググライダーみたいな感じで自分がぶら下がる構造にしてたんだけどぶら下がった重さでホルスターがよじれてる可能性があったので座席をつけました。そんな感じでいろんな調整をしていったんだけど最終的には今言ったことはそんなに大きな問題ではなかったみたいです。っていうのも旋回する現象は確かにあるんだけど同じセッティングでも右に回ったり左に回ったりして機体性能の問題だったら必ずどちらかに傾くはずなんだよね。じゃあ結局のところ何だったのかというと出力が高すぎて人間の手で操作できない。方向転換するときにグイッと引っ張るとそっちに勢いよく回って一度回り始めると出力が強すぎて立て直しが効かなくなっちゃうみたいです。その点を気をつけて操作をしていってるのと全体的なバランスも落ち着いてきたところでぱっと見結構飛べることも多くなってきました。実質このくらいまともに飛べる確率は 20% くらいでよくわからない破損とかが起きたりロケットの出力がボボボボボボって不安定な時もあったりしますね。まあなんやかんやってやっとまともに話ができるレベルになってきたのでここで今回の作戦。月を目指すっていう大きなプロジェクトの一端としてまずは月があるスタート地点に行きたい。でスタート地点の大体の方向は分かってて距離がよく分からないんだけど一番艦の初期型これは初めて作ったエンジン線なのでスピードはだいぶ遅いんだけど目安としてはスタート地点からちょっと離れた第一海上基地から40分くらいかかったんだよね。で今いるこの第二本拠地の大陸は見ての通り縦にかなり長いんだけど到着した直後はこれを大した大きさに感じなかったことも考えるとこれの何倍かあったんじゃないかな。とにかくそんな距離を目指してる割には現状この大陸を越えることすらできてないんだけど実はこれには勝算があります。このロケットグライダーはロケットの推進力と
グライダーの滑空力を併せ持った乗り物なので、まずはロケットモードで空気抵抗の低い上空に上がる。そして上空で燃料が尽きるとロケットをパージして上空から自由落下と空気抵抗を使いながら滑空するグライダーモードに切り替わるてな寸法です。しかもこの山の上だと空気が薄いのでロケットスタートに有利てな計算もあります。ただこの作戦には大きな不確定要素があって、グライダーモードの風向き次第では全然前に進めないんだよね最悪飛び立った場所よりも後ろに流されることもあってこれね、風向き次第ってのも本当なんだけど、何回か試してるとグライダー本体にも何らかの欠陥というか見落としがあるみたいで、どうも後ろ向きに進みやすいみたいなんだよね。序盤で結構炎上することもあったので、羽を主に前側につけてるってのもあると思うんだけど、この段階から機体バランスを大きく変える勇気がなかったので、最終的にはグライダーモードの時は機体の向きを後ろ向きに変えることで解決してます。そんなこんなでずっと試してるんだけど、なかなかスタート地点まではたどり着けない。思ってたよりもかなり遠いですね。で、この最終段階では燃料を250キロ積んでって、これ以上増やすこともできたかもしれないんだけど、これ10キロ刻みくらいで増やしていって200キロ超えたあたりから効率が悪くなってるように感じたのと、燃料が燃え尽きた弾みで機体が損傷する確率が増えたような体感があったんだよね。なので機体はこれ以上変えるつもりはなくって、操作で効率を上げてたんだけど、この辺が限界か。実はこの近くには何回か不時着してるんだけど、なんかね、あの辺の平坦な地形はバイオームが実装される前のバージョン 1.0 の時の地形な予感がするので、とりあえず歩いてみましょうか。もしかしたらスタート地点が近いんじゃないかな。島としては分かれてるんだけど、ずっと浅瀬でつながってたので歩いて行けます。っていうか、なんかギリギリ見覚えのある場所に来たかもしんないこれね、本編では出してないんだけど、バージョン 1.1 で金銀が実装された時に、実は第一本拠地の裏側から歩いて行ける島があることに気づいてました。ただ普通に歩き回るよりも船を作った方が面白いと思って、こっちじゃない島に旅に出たんだよね。とはいえこの世界似たような地形はよくあるので、しばらく歩いて何も手がかりがなかったら諦めようとも思ったんだけど、私がよくやる生け捕り。さらに少し歩いていくと、第一本拠地に到着しました。ここからスタート地点は目と鼻の先なので、あとは
まとめながらお話ししていきましょう。ということでロケットグライダーやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。最初はすでに宇宙までたどり着いたっていう実績と、以前試したグライダーの合わせ技だったので、もっと簡単にいけると思ってたんだけど、意外と手こずりましたねまあ結局のところ目標地点までは届かず、不時着した場所からさらに徒歩との合わせ技だったんだけど、この第一本拠地までは徒歩5分ぐらいで、ここからさらに以前使ってたドローンブースターで飛んでるわけなんだけど、いや懐かしいとにかく無事にスタート地点に到着しました。ここで最終目的地となる月は出ているか。あれか。よし、じゃあこれで月を目指して、あ、燃料もロケットエンジンもないのでもう何もできないですねバージョン 1.0 の土地では燃料を作る材料すら調達できないし、これは月を目指すにはもっと計画を練って準備をする必要があるんじゃないか。ということで次回は月旅行計画やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバイ。